健三くん、久しぶり。今週どうだった？みつきちゃん、元気そうだね。今週は、正直ちょっと疲れた。あら、大丈夫？何があったの？新しいプロジェクトが始まって、毎朝早く出ないといけなくて。何時起き？ 5時半。普段は7時なのに。それはきついね。2時間も早いと体がついていかない。うん。最初の3日間は本当に辛かった。今は慣れた？少しね。でも毎朝バタバタしてる。わかる。朝の時間っていつも足りない感じがする。みつきちゃんは朝、どんな感じ？私？実は、ちょっと変わった習慣がある。変わった習慣？うん。今日はそれについて話そうと思ってたんだ。興味ある。教えて。日本に来たばかりの時の話から始めるね。うん。ホームステイしてた時、ある朝、不思議な光景を見たの。どんな？ホストマザーが朝5時半に起きて、窓の前にただ立ってた。窓の前に？何も見てない。ただ立ってるだけ。5分くらい。何をしてたの？それが、その時は全然わからなかった。瞑想みたいな？違う。目は開いてた。外を見てるわけでもない。不思議だね。私は正直、時間の無駄じゃないって思った。正直すぎる。でもね、その後の彼女の一日を見て気づいたことがあるの。何？私はいつもバタバタして午後3時には疲れ切ってた。うん。でも、ホストマザーは夜10時まで穏やかだった。同じ一日なのに。違うのは、朝の始め方だけ。その5分が何か関係してる気がした。でも、その時は理由がわからなかった？全然。でも、今は、はっきりわかる。ミスタージャパニーズチャンネルへようこそ。僕は健三。みつきです。今日は毎日のルーティーンについて話すよ。でも、普通のルーティンの話じゃない。日本人が大事にしてる朝の始め方の秘密。さっきの話の続き、すごく気になる。あの5分の意味、知りたいでしょ？めちゃくちゃ知りたい。じゃあまず基本から始めよう。日本語で朝を迎えるって言葉知ってる？朝を迎える。迎える？そう。多くの外国人は朝を始めるって考えるよね。うん、普通はそういう。でも日本語では迎えるを使う。これすごく深い意味がある。始めると迎える。何が違うの？始めるは自分が主体。自分が朝をスタートさせる感じ。うん。迎えるは朝をお客さんみたいに扱うこと。お客さん？そう。朝は自分が作るものじゃなくてやってくるもの。なるほど。受け身じゃなくて歓迎する感じ？まさに。日本人は朝と戦うとは言わない。英語だと fight the morning みたいな表現あるよね。私も昔は朝と戦ってた。目覚まし時計が鳴ってすぐ起きて急いで準備。僕も今そうだよ。特にこの1週間。その戦いで一日を始めると、一日中戦うことになる。だから疲れるのか。そう。でもホストマザーは違った。彼女は朝を迎えてた。5分で？うん。窓の前で立ってた5分。彼女は朝を歓迎してたの。わかりやすい例えばある？スマホの充電を考えて。終電？毎晩スマホを充電するでしょ？もちろん。朝の儀式は心の充電なんだ。毎日少しずつ心のエネルギーを満タンにする。充電せずに一日を始めると、50% の状態でスタートすることになる。だから午後には電池切れになる。まさに、ホストマザーはあの5分で
100% になってた。でもさ、ちょっと待って。ん5分も何もしないって、忙しい人には無理じゃない？そう思う？僕は朝1秒も余裕ない。起きて、シャワー浴びて、すぐ出発。なるほど。じゃあ、朝の儀式は無理だと？正直、そう思う。理想論に聞こえる。実は、僕も最初そう思ってた。え？時間がある人だけができることって。違うの？違った。問題は時間がないじゃなくて優先順位だった。どういうこと？健三くん、朝スマホを見る時間はある？ある。5分くらい。その5分を窓を見るに変えるだけ。あ、時間は同じだ。そう、新しい時間を作るんじゃない。既存の時間の使い方を変える。なるほど。それなら、僕でもできるかも。でも、君の疑問は本当に大事だよ。なんで？忙しい人には無理って思ってる人、きっと多い。だから今話したんだね。うん。この後、もっと具体的な方法を話すよ。実は僕、最初に試したとき、大失敗したんだ。失敗したの？めちゃくちゃ失敗した。何があった？ホストマザーを真似して、5時半に起きて、窓の前に立とうとした。いいじゃん。それで？問題は、僕、低血圧なの。窓の前に座って3秒で、また寝てた。座ったまま？うん。気づいたら7時半。異国？遅刻。しかも、ホストファミリーが優しく起こしてくれて、余計恥ずかしかった。その失敗、ちょっと分解してみよう。分解？どこで間違えたのか、一つずつ見ていこう。なるほど。じゃあ、最初から、まず、何をしようとした？ホストマザーと同じことをしようとした。5時半起き、窓の前で5分。それが間違い、やれち。そう。他人のやり方をそのまま真似した。これが最初のミス。間違い1には？自分の体質を無視した。僕は低血圧で朝が弱い。それを考えなかった。普段7時起きの人が5時半はきつすぎる。間違い3。いきなり大きく変えた。1時間半も早く起きるのは無理がある。30分ずつ早めればよかった。でも、それをしなかった。間違い4個は？これが一番大きいかも。一回失敗して全部やめた。遅刻して恥ずかしくて、もういいやって。諦めちゃったんだ。1週間くらい何もしなかった。じゃあ、根本的な原因は？完璧にやろうとしたこと。完璧。ホーストマザーと同じようにできなきゃダメだって思ってた。0か100かの考え方。まさに、それがすべての間違いの根っこ。この分解、聞いてる人も自分の失敗を振り返れるかも。どこで間違えたか見えてくると思う。ところで、聞いてる人の中にも似た経験ある人いそう。朝の習慣を始めようとして失敗した経験。ある人はコメントで教えて。具体的に聞くね。何を試して、どこで失敗した？僕から例を出すと、去年朝ジョギングを始めようとした。毎朝30分。どうなった？ 3日目で雨が降ってやめた。3日で？で、天気が悪いとできない習慣はダメだって思ってやめた。どこで間違えた？雨の日のプラン B を用意してなかった。室内でできる運動とか。いい分析だね。こういう感じでみんなも教えてほしい。早起き3日で終わったとか、瞑想1週間で挫折とか。一言でいいよ。失敗談聞かせて。僕たちより面白い話、絶対あるはず。さて、朝の儀式でよくある間違い、もっと詳しく話そう。3つの間違いと
正しいアプローチを説明するね。まず、間違いみずいやちは他の人を真似しすぎる。さっきの5時半起きの話だ。YouTube で成功者の朝ルーティン見て全部真似しようとする。やりがち。でも体質も違う。真似しても続かない。間違い第2は一度に全部始める。瞑想、運動、ジャーナル、読書、全部初日から。僕もやった。結果、疲れて寝坊。間違い3は完璧を求める。一日できなかったら、もうダメだって諦める。さっきの根本原因だね。そう。この3つを避けるだけで成功率が上がる。じゃあ正しいやり方は3つのルール。教えて。ルール第一次。小さく始める。5分じゃなくて1分でいい。たった1分 1 分でも意図を持ってやれば効果がある。ルール三谷は自分に合った時間を見つける。5時半じゃなくていい。7時でも7時でも8時でも。大事なのは起きてすぐスマホを見ないこと。ルール満83は完璧じゃなく継続をと目指す。できない日があってもいい。そう。7日中5日できたら成功。ここまで聞くとなんかできそうな気がする。でも一つ引きたくないことを言うね。何？どんな方法を使っても最初の2週間は辛い。2週間？魔法みたいな方法はない。楽に習慣は作れない。正直だね。1分から始めても最初はめんどくさいって思う。思うよね。3日目くらいで今日はいいやって思う。わかる。そこを乗り越えられるかどうか。乗り越えるコツは正直に言うとコツはない。ただやるだけ。厳しい。でも2週間を超えると急に楽になる。本当に？本当。脳がこれは毎日やることって認識するから。2週間だけ頑張ればいい。そう。2週間だけ。それを知ってるだけで違うと思う。聞きたくなかったけど、聞いてよかった。甘いことだけ言っても意味ないからね。ここまで聞いて思ったんだけど、私には無理って思う人いそいるよね。理由も想像できる。う。例えば、朝が弱すぎて無理。さっきの僕だ。そう、どうすればいい？答えはシンプル。朝じゃなくていい。え？夜の儀式にすればいい。寝る前の5分。それでも効果ある？ある。大事なのは意図を持つ時間を作ること。朝か夜かは関係ない。なるほど。じゃあ、時間がない人は？通勤中にやる。電車の中で？イヤホンで音楽を聴きながら窓の外を見る。一駅分だけ。それも、迎えるになる？なる。スマホを見ない時間を作るだけで違う。最後、家族がいる人は？これが一番多い質問かも。子供がいたら、朝は戦争だよね。実は、家族がいる方がやりやすい。なんで？子供より5分だけ早く起きる。その5分が自分の時間になる。5分だけ。 5分あればコーヒーを飲みながら窓の外を見れる。できそ時間がないは言い訳になりやすいけど、1分でも5分でも作れる。自分の状況に合わせて工夫する。そう。正解は一つじゃない。自分らしいやり方を見つければいい。さっき自分のやり方を見つけたって言ったよね。うん。どうやって？実は恥ずかしい話がある。何？ホームステイの最後の週のこと。朝の儀式、ずーっと続かなくて諦めかけてた。5時半起きの失敗の後？いろいろ試したけど全部ダメだった。それで？ある朝、
ホストマザーが僕の部屋に来た。起こしに？お茶を持ってお茶？一緒に飲まないって。朝6時に。6時。僕は早起きできなくてすみませんって謝った。なんて言われた？早起きが大事なんじゃないよって。どういう意味？あなたのペースで朝を迎えればいい。私の真似をしなくていいって。それを聞いたとき、泣きそうになった。いや、ちょっと泣いた。ちょっと？結構泣いた。なんでそんなに響いたの？ここからが本当に言いたかったこと。僕、ずっと正しいやり方を探してた。朝の儀式の？朝の儀式だけじゃない。全部。日本語の勉強も仕事も人間関係も正解があると思ってた。正解を見つけられない自分はダメだと思ってた。それ、わかる気がする。ホシュストマザーの言葉で気づいた。正解なんてない。自分のやり方でいい。そう。でも正直に言うと、何？今でも完璧にはできてない。朝の儀式、週に2回くらいは失敗する。スマホ見ちゃう。正直だね。でも前と違うのは、失敗してもまあいいかって思えること。自分を許せるようになった。それが一番大きな変化かもしれない。ホストマザーの言葉、深いね。早起きが大事なんじゃない？多くの人が間違える部分だ。朝の儀式の本質は時間じゃない。じゃあ何？意図。なぜやるか、どう感じたいか。5時に起きても意図がなければ意味がない？そう。7時に起きても意図があれば十分。自分に合ったやり方を見つける。それが一番大事なこと。他の誰かになろうとしない。日本語でこれを表現する言葉ある？自分らしくかな。自分らしく。いい言葉だね。朝の儀式も自分らしくやればいい。じゃあ今日の学びをまとめよう。3つだけ覚えて帰ってほしい。1つ目は？朝を始めるな。迎えろ。受動じゃなく能動。朝はお客さん。2つ目。小さく始める。5分じゃなくて1分でいい。そう。1分でも意図があれば十分。3つ目は？完璧を求めない。7日中5日できたら成功。失敗しても自分を許す。また明日やればいい。この3つを覚えてれば大丈夫。シンプルだけどこれが本質。具体的に明日から何をすればいい？超シンプルなチャレンジを出すね。簡単なやつ？超簡単。明日の朝起きたら？スマホを見る前に窓の外を10秒見る。10秒だけ？ 10秒だけ。それだけ。簡単すぎない？簡単だから続く。これを7日間やってみて。7日後には習慣になってる？なってるかも。そしたら次のステップに進める。次のステップは？ 10 秒を30秒に。30秒を1分に。少しずつ伸ばす。無理なく進める。そう、出らなくていい。自分のペースで。さて、今日のベストフレーズ。今日学んだ中で特に覚えてほしい言葉。いくつある？3つに絞ったよ。1つ目は？朝を迎える。朝を迎える。朝はお客さん。戦わない。迎える。使い方は、毎朝静かに朝を迎えています。2つ目は？心の充電。心の充電。朝の儀式で心のエネルギーを満タンにする。朝の5分が心の充電になる。3つ目は？自分らしく。自分らしく。他の人の真似じゃなくて自分のやり方で。自分らしく朝を過ごす。これが今日の一番大事なメッセージ。この3つ
明日から使ってみてね。スクリプト全文はブログで読めるよ。漢字付き。概要欄のリンクをチェックしてね。ここまで聞いてくれた人に一つ伝えたいことがある。何？ 25分も聞いてくれてありがとう。本当に。朝の儀式なんて聞くだけで終わる人が多い。行動しない人ね。でも最後まで聞いてるってことは本気で変わりたいんだと思う。そうだよね。その気持ちだけでもう一歩進んでる。聞いただけでも意味がある。あとは明日10秒だけ試してみて。10秒。それだけでいい。10秒やったらコメントで教えて。やったの一言でいいよ。僕たち読んでるから。一緒に頑張ろうね。今日の話が役に立ったら、いいねをしてくれると嬉しい。なんでいいねが大事かっていうと、このチャンネルまだ小さいから、いいねが増えると、もっと多くの人に届く。同じように悩んでる人に届けたい。だから、いいねお願いします。あと、コメントも。さっき聞いたけど、朝の習慣で失敗した経験。それと、10秒チャレンジやってみた報告。どっちでもいいよ。一言で OK。次回の話なんだけど、次は何？日本語の時間の言い方について。時間？でも、普通の時間の話じゃない。どういうこと？時間を守る日本人がなぜ残業するのかの話。矛盾してるね。そこに日本文化の深い秘密がある。気になる。詳しくは次回。チャンネル登録しておくと通知届くよ。一緒にいてくれてありがとう。今日の話まとめると、朝を変えると、一日が変わる。一日が変わると少しずつ人生が変わる。大げさに聞こえるけど、本当だよ。ホストマザーを見て僕は確信した。次回まで小さく始めて自分らしく続けていこう。みんな素敵な朝を。またね。またね。